前回の動画の続きなんですけど、間違いを見つけてしまいました。これが前回の動画の時のルーティングなんですけど、これで詳細画面を表示で、ここで、新規作成ページを作ってたんですけど、ここのパラメータのところがかぶって、要するに URL がかぶってたっていうことで、こっちの URL を読むことがなくなっちゃってたっていう感じですね。なので今右に出てるエラーが発生してます。要するに新規作成ページが表示できなくなってたという感じです。ルーティングのところに右側に Where 追加してもらって、ポスト ID って書いてるのはここの波括弧の中がポスト ID だからですね。のところに入るのは0から9の数字だけですよ。0から9っていうのは1000でも1万でも入ります。で、クリエイトのところっていうのは文字列なんで、別のルーティングとして今回認識してくれて表示されるようになりましたと。そしたらですね、早速カテゴリーの方を作っていきたいと思います。クリエイトのところのブレイドを開きます。そしたら div タグでセレクトオプションというタグを追加していきます。オプションで、とりあえずカテゴリー1、カテゴリー2って感じで、一旦こんな感じで仮置きしておこうかなと思います。で、バリューなんですけど、バリューはカテゴリーの数字が入るような、一旦仮置きさせてください。はい。そうすると、こうやって選択して、できるという感じになります。で、2つやり方あります。もっとあるでしょうけど、とりあえず 2つやり方を紹介したいと思います。ポストテーブルにカテゴリーというカラムを追加してテキストで入れてしまうパターンがあります。で、もう一つはカテゴリーのテーブルを1個用意してそれに対して紐付けるパターン。要するにカラムにはカテゴリーアンダーバー ID というカテゴリーの数字だけを保存するカラムを作るというパターンですね。その2つのパターンどっちもあるんですけど、自分は今回カテゴリーズテーブルを別途作って、その ID をこのポストテーブルのカラムに追加して、カテゴリーを表示するっていう、そういう方針でいきたいと思います。ですので、まず最初にやることとしてはテーブルを追加します。PHP アーチザンメイクマイグレーションクリエイトカテゴリーズテーブル。今のコマンドはカテゴリーズテーブルを新規作成するためのマイグレーションファイルです。マイグレーションファイルを作るためのコマンドです。で、もう一つ打ちます。PHP アーチザンメイクマイグレーションアッドカテゴリーアンダー
ID to ポスツテーブルというのを打ちます。そしたらですね、マイグレーションファイルを開いていきましょう。最初にカテゴリーズテーブルを開きます。ここにテーブルストリングネーム、これを追加します。この1行だけですね、カテゴリーの名前が入るカラムを追加してください。add カテゴリー ID と書いたホストテーブルの方を開いてください。ここにはカテゴリーアンダーバー ID インテガーですね。で、ここには、必須じゃなくてもいいということで nullable っていうのを付け足したいと思います。で、ここはドロップカラムカテゴリー ID、 これは下側はロールバックした時の処理を書くはずです。で、上のところはインテが追加したいカラムを書いていきます。それでは実行しましょう。 PHP アーチザンマイグレート。そしたら2つ追加されたことが分かります。 PHPMyAdmin を更新して見てみましょう。そうするとポストテーブルの一番右側にカテゴリーアンダーバー ID が追加されて、テーブルにカテゴリーズテーブルというのが追加されました。これで OK なんですけれども、カテゴリーアンダーバー ID が一番右に来て分かりにくいなって思ったので、アフターというのを追加して、どこの後ろがいいか、タイトルの後ろにつけるように書き直したいと思います。で、これだと PHP アーチザンマイグレートでは実行できません。PHP アーチザンマイグレートフレッシュというコマンドを打って実行します。このコマンドを打つとテストデータ全部消えてしまいます。このようにテストデータ全部消えてしまうんですけど、カテゴリーアンダーバー ID がタイトルの次に来るようになりました。After っていうのはこのカラムの次に追加してくださいっていうものになります。で、今回消えてしまったんですけど、フレッシュしないと実行されません。というのは、マイグレーションファイルは実行したことがキャッシュで記録されているので、同じファイルを2回実行するということがないようになってます。なので、テスト環境では一旦データベースをきれいにしてもう一回最初から実行し直すという動作を結構することになると思います。シーダーというのを使ってカテゴリーのデータ、マスターデータを用意したいと思います。PHP アーチザンメイクシーダーカテゴリーズテーブルシーダーとコマンドを打ちます。このコマンドでこの場所にシーダーというファイルができました。これを開いていきます。データベースシーダーズのところにできてます。じゃあカテゴリーズテーブルシーダーには何を書くかというところなんですけど、どういう書き方をしてもちゃんと保存できる書き方をしていれば保存することができます。いろんな書き方があると思います。このように書いてみました。データベースシーダーの方行って、
this call カテゴリーズテーブルシーダー。一旦実行してみます。そうするとまたエラーが発生しました。モデルがない。モデルがないと出ています。クラス not found。クラス not found っていうのは、ここに書いたクラスがまだないよっていうところなので、PHP アートランメイクモデルカテゴリー。はい、このコマンドを打たないとモデルっていうのは勝手にはできないので追加します。はい、こちらができました。もう一度実行してみます。DB シード。どうなったかというと、カテゴリーズテーブルのところに今入力したカテゴリー123というデータが入りました。ここまで OK でしょうか。シーダの使用用途としては、基本的にはテストデータを作るというところだとは思うんですけれども、このようにマスターデータっていうのは運営側で用意したい固有のデータっていうんですかね。運営側で追加したり名前変えたり、そういったデータを、そういったあんまり変わらないけどたまに変わるかもみたいな、そういうデータをマスターデータなんて呼んだりするんですけど、それを書き換えるためにシーダーを使うっていうのはなしではないかなというところで、今回シーダーを使ってマスターデータを用意しました。現在はこういうデータが入っております。ということで、クリエイトページに行って、このデータを使ってさっきのセレクト、ここを表示していきたいと思います。クリエイトページのコントローラーに行きます。ポストコントローラー app http コントローラーズの中にポストコントローラーというのがありますので、こちらを開いていただいて、まずユースで先ほど作ったモデルをユースしていきたいと思います。前回の動画の続きからやってくれている人、こちらはもう追加されていると思います。7行目はすでにあるので、それを参考に8行目にカテゴリーっていうのを追加してください。そしたら create という関数がこの新規作成ページで使われている関数ですので、ここにドルカテゴリーズカテゴリーオールと書いて、で一旦データが正しく取得できるかっていうのを DD を使ってデバッグをしてみましょう。なるほど、データが消えちゃったのでもう一回登録します。ユーザーテストユーザーくん、はい、このようにクリエイトページに行ったらデバッグっていうか DD の出力画面になりました。アイテムズを開いていただくと、このようにカテゴリー1、カテゴリー2、カテゴリー3が表示されたので OK だと
思います。そしたらこのデータをビュー側に持っていくためにコンパクトビューの関数の第2引数、ここから追加しましたね。ここから追加してます。コンパクトカテゴリーズと書いてデータを送ります。そしたらビューの方戻っていただいて、先ほどセレクトオプション書いたところ、ここのオプションを一旦コメントアウト、1個追加して他コメントアウトがいいかな。そしたらここにアットマーク for each ドルカテゴリーズ as カテゴリーでアットマークエンド for each と書いてください。で、基本的にちょっと書いたら画面を更新すると良いと思います。最初は結構書き方をミスるというか、綴りっていうんですかね、英語のタイピングミスとか結構慣れないうちの方が多いと思っています。なのでちょっとずつ画面を更新することでどのタイミングでミスったかっていうのが分かりやすくなると思います。で、今画面を見るとカテゴリー1っていうのが3つ表示されました。カテゴリーズのマスターデータが3つなので3回これが表示されたというところでいいんじゃないでしょうか。そしたらですね、まず表示のところカテゴリー1って書かれているところを消してドルカテゴリー、これだけで一旦表示してみたいと思います。いい感じにはならないと思います。はい、このように表示されました。オブジェクト型で表示されたのが分かります。 OK ですね。そしたら表示したい部分矢印ネームと書いて更新します。そしたらいい感じに表示されましたね。はい、このようにちょっとずつ進めば良いかと思います。そしたらバリューイコールの後にダブルコーテーションで囲ってなみなみ書いてカテゴリー矢印 ID、 バリューのところにはカテゴリー ID を送信したいので矢印 ID で保存します。そしたら見た目は変わらないんですけど、検証っていうのを起動してこのエレメンツっていうところからこの矢印みたいなのがあるので、これをちょんって押すと右にこのドムがどこかっていうのがだいたいいきます。でセレクトオプションのところに今コーディングしてるんで、このセレクトのところを表示してもらうとオプションのところがバリュー123になって OK そうだなっていうのが分かりました。はい、そしたら最後セレクトのところにネームでカテゴリー ID というふうに追加してください。ネームのところを書かないとポストした時にリクエストのデータが受け取れないのでこちらを書いてください。そしたらこのカテゴリー ID っていうのをコピーしてポストコントローラーのストアのところ、ここに送信されてくるデータを追加します。カテゴリー ID リクエスト矢印カテゴリー ID、 データがちゃんと来ているかどうか次の記述で確認します。 dd ドルカテゴリー ID、 これで確認していきます。
画面を更新してカテゴリー2にしますね。そしたら2が来ていることが分かります。1にしてみましょう。1が来ていることが分かります。3にしてみます。3が来ていることが分かります。 OK そうですね。ちゃんと正しくカテゴリーの ID の数字が来ることが分かったので、あとはこれを保存してあげるだけということですね。ポストのカラムに追加したカラム名がカテゴリーアンダーバー ID。ですね、ポストテーブルのカラムがカテゴリーアンダーバー ID なので、左側はこうなります。で、右側は先ほど受け取ったデータが入るので、こうなります。それでは保存してみましょう。はい。ということで、データを確認していきましょう。はい。ユーザー ID が3番。ユーザー ID3 番ですね。OK ですね。で、タイトル、カテゴリー ID が3。で、内容が保存されました。OK そうですね。一応もう一個保存してみますか。カテゴリー2で、タイトル2で、内容2で、もう一回保存しておきます。はい、OK ですね。はい、OK そうです。ということで、保存のところは以上で大丈夫だと思います。そしたらですね、リレーションを書いていきます。ポストモデル APP のモデル図のポストモデルを開いていただいて、ここにパブリックファンクションカテゴリーリターンドルディスビロングストゥでカテゴリークラスというふうに、前回の動画を見てくれている方はこちらの記述あると思うんですけど、そことほとんど一緒の書き方になると思います。1対1のリレーションの書き方ですね。こちらを追加していただいて、今の書き方になる理由とかは前回の動画見ていただければ助かります。で、そしたらですね、ホームコントローラーに with でカテゴリーというのを追加していただいて、ここを追加します。追加。ホームコントローラーはここにあります。で、トップページを表示している welcome.blade.php に戻っていただいて、今仮置きしているカテゴリーと書かれているところになみなみ書いていただいて、ポスト矢印カテゴリーネームと書いてください。そうすると、はい、うまく表示することができました。いかがだったでしょうか。リレーションも使いつつというところなんですけど、リレーションというのはカテゴリーアンダーバー ID というカラムを使って3、ここの3っていうデータをカテゴリーズテーブルの ID3 から拾ってくっつけてくれるっていうのがリレーションになります。関連づけるっていう意味でリレーションですね。
で、ララベルの場合、このようにテーブル名を単数形にしてアンダーバー ID とすると、自動的にリレーションとしてデータを持ってこれるという風にできております。なので、先ほどモデルにこのように書いたと思うんですけど、特にどのカラムがどの ID と紐づきますよっていうのは書いてないんですけど、カラム名を単数形アンダーバー ID って書くことによって、カラムを特に指定しなくても自動的に読み取ってくれるというふうに書けます。なので、なんちゃらかんちゃらアンダーバー ID っていうカラム名になったというふうに認識していただければ良いかと思います。そんな感じですね。はい。ということで、飛んだ先の詳細ページも一応追加して、一回これリレーション書けば、どこのページでも使えますので、簡単だと思います。ちなみに、ここにカテゴリーネームって書いても表示をすることができます。できますけれども、ポストコントローラーのデータの取得のところで with を使ってカテゴリーと書いておきましょう。with は eager load といって事前に取得するみたいな機能でございまして、1個しかない場合、この show っていうのはshow の中の関数はfind なんでデータ1個しか取ってこないんで、そんなに効果ないんですけど、例えばトップページの時、これ2個やってると思うんですけど、この事前に取得っていう書き方をしていないと、1回2回っていう風にデータベースに何度も接続しちゃう。2回だったら全然大丈夫なんですけど、100個とかデータがあるとき100回さらにデータベース接続するみたいな感じになっちゃうんで、eager load with を使ってデータを取得するように癖をつけておくといいんじゃないかなと僕は思っております。そんな感じです。以上、前回の投稿機能にカテゴリーをつけてみたという感じの動画でございます。シーダーとかリレーションとか慣れないところあったと思いますが、動画をゆっくり見直しながら自分のやりたい実装に当てはめてやっていただければと思います。というか、税金高くね高くね、若者は選挙行った方がいいと思っておりますが、皆さんどうでしょうか。ぜひ皆さん選挙に行って現役世代向けの政策をしてくれるところが勝てるように応援していきましょプログラミングのハウトゥー系の動画、日本だと全然少ないと感じる今日この頃、もっと充実してほしいなと思っている人は、ぜひ登録をお願いしますなのだ。